日本においてキャッシュレスの普及率を上げるには ATM の手数料を強制的に1000円とかにしたらいいと思うんですが、ひろゆきさんどう思いますか？日本はキャッシュレスの普及率上げたいと思っていません。もしなんだろうな、現金のやり取りなくすと悪いことできなくなるんですよ。元法務大臣とその奥さんが広島で賄賂を送ったっていうのを逮捕されたじゃないですか。あれ現金だから賄賂を送れたんですよ。キャッシュレスであれがペイペイとかで払ってたらもっと早く捕まってるんですよ。でも現金だから誰が誰に入ったかわからないっていうのがあって、政治家って悪いことをしたがるんですよ。悪いことするためには現金が必要なんですよ。なのでキャッシュレスが普及するといいよねっていう口先では言うんですけど、基本的には政治家っていうのは悪いことしたがるので現金っていうのを捨てないと思います。で、悪いことしたくない政治家は正しい人たちなんだって思うのであれば、もうちょっとニュースを読んでみるといいんじゃないかなと思います。100人ぐらいもらったんでしょう。自民党の広島県の偉い人たちとか。あげるのもアウトだしさ、もらうのもアウトなわけじゃないですか。でも100人ぐらいが違法行為をしていながら1年ぐらいみんな黙ってたわけじゃないですか。それぐらい悪いことするのが当たり前だったんだと思うんだよね。本当に悪いことだったらさ、もらった瞬間にさ、なんかこんなんもらっちゃったっつって警察駆け込んだらもう終了じゃん。でもそれがこの時期までずっとみんな黙ってたわけで、基本的には政治家って悪いことをしても黙ってる人たちなんじゃないかなと思うんですよね。まあね、そうじゃないと政治家になれないっていうのもあるのかもしれないですけどね。トヨタさん、このハゲで有名な人とアベマプライムで共演したんですけど、やっぱりその政治家の先輩がお金配んなきゃ地元の人手伝ってくれないよって言ってたみたいなのがあって、やっぱそれは真実だと思うんですよね。結局その自民党っていう組織としても広島で出馬しますって言っても赤の他人じゃないですか。東京から広島で出馬するって言ってた人って。なので手伝う義理ないんですよ。で、地元の人だったら手伝ったら地元に返してくれるかもしれないけど、なんか東京からここから出馬したいんですけどみたいな人が来たとしても、おめえ誰よみたいになるじゃないですか。赤の他人で義理もない人を手伝うんだったらじゃあ金ぐらいくれよってなると思うんですよね。なので構造上もそれは仕方ないんじゃないかなと思うんですけどね。日本の QR 決済の代表格としてサービス開始以来カード決済を拒んでいた小売店や飲食店の宝くじ的なキャンペーンなどポイントを大盤振る舞いしてユーザーを広げてきた PayPay が手数料有料化するってことで、ならもう PayPay 決済やりますというお店のオーナーさんが意外と多いんですが、ひろゆきさんどう思いますか？当然でしょう。でもそれも計算済みで辞めなかったオーナーさんもいるので、結果としてそこで利益を上げるよねっていう形になってると思うんですけど、僕はQR コード決済はうまくいかないんじゃないのって昔から結構言ってたんですよね。切り抜き探してもらえば分かると思うんですけど、QR コード決済が中国ですごいうまくいったっていうのは理由があるんですよ。で、その理由を抜きにして先進国で QR コード決済が広まるわけないよねっていうのは僕結構前から言ってたんで、アメリカとかヨーロッパとかも一応 QR コード決済的なものってあるんですけど、ほぼ使われてないんですよね。中国人向けでは使われてますけど、なんで QR コード決済が普及しなかったかっていうと、そもそも論中国人銀行口座持ってないよね問題っていうのがあるんですよ。日本人で普通に暮らしてる人ってほぼ銀行口座持ってるんですけど、中国人って銀行口座自体を持ってない人がいっぱいいますと。で、クレジットカード自体を持ってない人も当然いっぱいいますと。っていう状態で、じゃあ現金以外の決済手段があったら便利だよねが始まったんですけど、先進国ヨーロッパだったり日本とかってまず大人は大体クレジットカード持ってるし、まず銀行口座持ってるんですよ。なのでクレカを持ってない人とかでも銀行のデビットカードとかを持ってたりするので、なのでそもそもの現金以外の決済手段っていうのがすでに普及してるんですよ、日本とか先進国はね。なので QR コード決済やる必要ないですよねと。で、さらに中国ってめちゃめちゃ景気が良かったので、中国の QR 決済のアリペイかなんかに現金突っ込むと確かね年間3% とか利子がつくんですよね。日本って普通預金とかに入れてても 0.01% とかの利子じゃないですか。ところがこうアリペイに100万円突っ込んどくと、なぜか1年後にこう3万円増えて103万円になったりするんですよ。なのでとりあえず給料全額アリペイに突っ込むっていう人がいっぱいいたんですよ。普通に現金で持ってるとリスクがあるし、銀行口座ある人の銀行口座に入れてもそんなに利子つかないからアリペイに突っ込んどこうと。アリババめちゃめちゃ景気がいいから潰れることはないよねぐらいのことは中国人分かってるんですよ。政府も肩入れしてるから。なのでアリペイの口座にガンガン金突っ込みますっていうのがあって、アリペイの口座にめちゃめちゃお金がある状態ですと。で、アリペイの QR コード決済で買うとさらに 10% 値引きみたいなのもあったりするので、金はアリペイに突っ込んどくと便利だし、アリペイで払うと便利だよねっていうので QR コード決済という社会システムが中国で出来上がったんですよ。っていう前提があるにもかかわらず、それを全く無視して QR コード決済中国でやってるらしいからなんか日本でもできんじゃないとかヨーロッパでもできんじゃないっていうのでいろんなところがやったんですけど、みんな失敗したっていうので QR コード決済失敗するよねっていうのが予想通りだったなと思ってます。日本が完全なキャッシュレス社会になる
な。何年後だと思いますか？30年かな。日本はだいぶ遅いんで。アメリカに1月に行ったんですけど、現金一切使わなかったですね。でフランス僕住んでますけど、最後に現金使ったのいつかな。多分3ヶ月前ぐらいかな。そういう意味でそのアメリカとかフランスだと現金を使う必要ってほぼないんですよね。シンガポール行ったんですけど、一応 ATM でシンガポールドルを下ろしたんですけど、現金使わなかったんですよね。なので現金ないと暮らせない国ってそういえば日本ぐらいかもしれないですね。キャッシュレス決済でおすすめってありますか？クレジットカード。クレジットカード以外のキャッシュレス決済はなかなか普及しないと思うんですけどね。なんだろうね。QR 決済は中国でうまくいった理由っていうのが日本に適用されないんですよね。だからそこをちゃんとわきまえないで日本で QR 決済やろうとしても結局増えないと思うんですよね。中国の場合クレカ持ってる人が圧倒的に少ないとか、中国の QR 決済の口座にお金を入れておくと毎年 4% の利子がつくとか、割と別の事情があったんですよ。だからじゃあ QR 決済の口座にお金ガンガン入れようっていうのでお金ガンガン入れて、でそこの口座にお金があるからじゃあ QR 決済使おうってなるんですけど、日本で PayPay にお金入れても 4% とかつかないじゃないですか。なので PayPay にお金を入れる必然性が全くないですよね。で日本人で多くの人はクレカ持ってるんで、支払いクレカでいいじゃんっていう。PayPay を使い始めようと思ったのですが、ログインの時にそのまま開く暗証番号の打ち込みがないなというところでセキュリティで不安があり、毎回使うたびにコンビニでチャージして使っています。銀行からのオートチャージも考えているのですが、ここが不安で悩んでいました。りょうきさん、PayPay のログインセキュリティ安全だと思いますか？クレジットと違いその場で強制されるので気に入っており使いたいと思ってます。すいません、僕PayPay 使ったことないんですよね。QR コード決済にお金を使いたいと思ったことが一度もなくて、昔だと PayPay でお金を払うとキャッシュバックキャンペーンとかがあって、そのキャッシュバックキャンペーンがあるから PayPay 使うまではまだ理解できたんですけど、普通にクレジットカードでよくねって思うんですよね。クレジットカードって使った金額によってポイントもらえたりとか、割と大体、ね、使った額のね 1% ぐらい得するようになってたりするんですよ。なんかそれがマイルに変わったりとか。なのでなんでそんな金が増えるわけでもない PayPay 使うのっていうのが僕理由が分かんないんですよね。で別にそのコンビニとかで PayPay で払いますとか Suica で払いますとかクレカで払いますって作業一緒じゃないですか。あ、Suica OK です。Suica はクレジットカードでチャージできるので、Suica で払ったのもクレジットカード分のポイントもらえるっていうのがあるので、なのでなぜ PayPay を使いたがるのかっていうのが僕全然わかんないんですよね。クレジットカードを持てませんとか特別な理由がない人で PayPay を使う理由が未だに僕合理的にわかんないんですよ。PayPay ポイントもらえるよ。PayPay に 7% 返ってくる。7% 返ってくるの？本当に？そのキャンペーン終わってない？なんか昔そういうの、今も戻ってくるんだ。そういうこと？それでやってんだ。北区も 20% ポイントあり、北区関係ない。楽天ペイは 2% くらい還元。30% 戻ってくる。そうなんだ。これでみんな PayPay やってんだ。じゃあ PayPay いいんじゃないですか？ PayPay 使ってください。で、多分そのセキュリティのリスクなんですけど、ログインの時にそのまま開くなんですけど、多分その携帯電話にちゃんとパスワードをかけてるんだったら何の問題もないんじゃないかなと思うんですけど、携帯電話スマホにパスワードかけてない人とかいるんですけど、それは持ってかれて取られる可能性あるし、で取られた時に取られましたって言ってもそれを証明するのは結構難しかったりするので、なのでなかなかそのセキュリティリスクあるよねってなるんですけど、別にスマホにパスワードかけとけば大丈夫じゃないかなと思いますけど。そうなんだ。PayPay ってお金戻ってくるんだ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。